今回は、デュエルマスターズのドラグハートについて、各文明ごとに1種類ずつ紹介していきます。超次元ゾーンを使ったギミックの一つであるドラグハートカード。その強さの秘密に迫っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。ドラグハートといえばこのカード抜きでは語れないでしょう。そんなドラグハート内最強格の1枚がこのバトライ派です。ではこのカードについて解説していこうと思います。とその前に、ドラグハートというカードについて、復帰した人や初心者の人に向けて軽い説明を行いたいと思います。このドラグハートですが、基本は超次元ゾーンにあるカードで、ドラグナーと呼ばれる種族を持つクリーチャーを場に出すことで、超次元ゾーンからバトルゾーンに出すことが可能です。そしてこのドラグハートには主に3つの形態があります。1つ目はドラグハートウェポン。ドラグナーに装備する形でバトルゾーンに出せます。次にドラグハートフォートレス。クリーチャーでも呪文でもないカードとして、場に存在するだけで効力を発揮します。D2 フィールドや最近登場した魂ド。昔のカードだとクロスしていないクロスギアのイメージです。そして最後にドラグハートクリーチャー。これは言わずもがなクリーチャーの形をしたドラグハートです。基本的には普通のクリーチャーと同じように扱われ、場を離れるとき超次元ゾーンに移動します。そこはサイキッククリーチャーと同じ扱いですね。そしてドラグハートの代名詞として誘拐があります。条件を満たすことでウェポンやフォートレスが裏返り、強力なクリーチャーとして場に現れることを言います。話をバトライ場に戻しましょう。このカードのコストは3、文明は非文明。基本的にドラグナーと出せるドラグハートのコストは比例するので、このように軽量のドラグハートはドラグナーの選択肢が多いです。そして効果ですが、装備したクリーチャーが攻撃するときに、山札の上をめくってドラゴンかヒューマノイドなら場に出せます。進化でさえなければ文明やコストの指定もありません。そして終了時にそのターンドラゴンが出ていれば誘拐し、フォートレスの爆熱天守バトライ角へと誘拐します。このカードは3段階の誘拐を持っている特殊なカードなのです。バトライ角の効果ですが、場に存在する限り、自分の火のドラゴンかヒューマノイドが攻撃するときに、バトライ場の攻撃時効果を使えるようになります。場にあるだけで永続的にクリーチャーを連鎖できるので、かなり強力なカードです。そしてドラゴンが2体場に出た時に誘拐、クリーチャーになります。その名も爆熱デラックスバトライブシン。その効果はというと、攻撃時にバトライバ効果を3回使用し、なおかつそれが全てドラゴンであれば自分全員スピードアタッカー。さらに場を離れる時にバトライ角に戻ることでとどまるという、攻守ともに非常に優れたカードです。ですがこのカードは3面とも非常に強力で、幾度となく大暴れして競技シーンを破壊してしまい、先日8月15日をもちましてプレミアム殿堂入りに指定されました。まあ、そりゃそうだろって感情が強いです。続いて紹介するのは同じくドラグハート最強格のボアロアックス。コスト4の自然のドラグハートウェポンで、場に出た時か装備したクリーチャーが攻撃する時に、自然のコスト5以下のクリーチャーをマナから出せます。最近の例だとカッター&カツキングなんかがこれに該当します。というより、最近このカードが使われる理由として、カッター&カツキングがあまりにも強すぎるからという理由があり、これに関してはどちらかというとカツキングが悪いです。ターン終了時に自分の場のクリーチャーのコストの合計が、20を超えていたら誘拐してフォートレスになります。射程遺跡、ボアロパボス、その効果ですが、手札からクリーチャーを召喚した時にボアロアックス効果使用です。このカードは先ほどのバトライ角のような暴れ方ではなく、より戦略的な戦い方、具体的にはループで使われました。デュエルマスターズではとある条件下で無限ループが発生し、無限ループ中に起きる出来事を省略可能だというルールがあります。つまり無限ループの途中で1マナ加速できる場合、ループの手順を毎回行わなくても1マナ加速できるということです。このカードもなんやかんや色々なコンボで無限ループし、マナからコスト5以下のクリーチャーを好きなだけ出せるという、まるで遊戯王のような世紀末を展開していました。そしてターン終了時に場のクリーチャーのコストが、合計で30を超えていると誘拐しクリーチャーになります。その名前は、ガガガ、ベロキボアロス、効果ですが、手札からクリーチャーを出した時またはこのクリーチャーの攻撃時に、マナから自然文明でさえあればどんなカードでも場に出せます。この効果は非常に強力で、場に出てしまえば相手を圧倒できますが、そもそもボアロパボスの時点で大体無限ループして勝つので、このクリーチャーが日の目を見ることは少なかったのでした。
ドラグハートというギミックは、ウェポンよりクリーチャーが強く、そしてクリーチャーよりフォートレスが強いという状況にあります。さっきのバトライ武神も、実はバトライ核の方が強かったりします。水文明からはエビデゴラスを紹介します。コスト4の水のドラグハートフォートレスで、このカードがある限りターン開始時に追加ドローをもらえます。純粋にフォートレスとして出しておくだけでも、相手の2倍アドバンテージを稼ぐことができるので強力ですが、ターン中5枚目のカードをドローした際に、つまり追加でさらに3枚ドローした際に誘拐しクリーチャーに、クリーチャー面は最終有利 QED プラス、その効果ですが、自分のターンの初めに山札から5枚を見て、その中の1枚を山札の一番上に置き、残りを山札の下へ置きます。そしてその後に1枚カードを引くことができるので、先の効果で山札の上に置いたカードを確実に持ってこれるのです。この効果のすごいところは、わざわざ2度手間にしていることで、ドローの発動回数を増やすことに成功しているという点です。このカードもバトライ武神と同じように、場を離れるときに、エビデゴラスの状態に戻ることで回避する効果を持っています。このことで自分のターン中にシールドトリガーなどで QED プラスが、エビデゴラスの状態に戻ってしまったとしても、クリーチャーの攻撃時効果などでさらにドローを行えば、もう一度誘拐して攻撃に参加することができるのです。誘拐した瞬間だけでなく、フォートレスに戻った後のことも考える。まさに理性という言葉が似合うドラグハートですね。まあデュエルマスターズは理性より野生が強いため、このカードはあまり活躍できなかったんですけどね。光文明を担当するのはこのカード、天国の正義ヘブンズヘブン。コスト5のドラグハートフォートレスで、常在効果で光以外の呪文のコストが1重くなります。これは自分だけでなく相手のカードにも適用されます。そして自身のターンの終了時に自分の手札から、ブロッカーを持つ光のクリーチャーを場に出すことができます。このブロッカーを出す効果は光のクリーチャーでさえあれば、進化クリーチャーだろうとお構いなしに場に出すことができ、さらにコストすらも関係なく場に出すことができる優れものです。自分のターンの終了時にヘブンズゲートを半開きにする感じです。ブロッカーは光のクリーチャーの代名詞とも言えるので、今後も様々な光のブロッカーの登場が予想できますし、同時にこのカードも相対的に強化され続けることになります。さてそんなヘブンズヘブンですが、自分のターンの開始時に、場に3体のブロッカーがいれば誘拐しクリーチャーになります。名前は天命参加ネバーラスト、その効果ですが、場にいる限り誰も光以外の5以下の呪文を唱えられず、自分の光のクリーチャーは全てのバトルに活用になり、それでいて万が一除去されそうになっても自分のシールドを1枚、手札に戻すことで場に留まることができます。この場持ちの良さと相手の攻撃や呪文を封じる強さから、このカードを光文明の代表カードとして選ばせてもらいました。そもそもフォートレスの時点でブロッカーをただ出しできるのが、まあまあ環境を壊しかねない能力なんですけどね。最後に紹介するのは極友人ディアボロス。このドラグハートが場に出た時、自分の墓地から、文明指定なしでクリーチャーを回収することができます。そしてターン開始時に手札からクリーチャーを2枚捨てることで、誘拐し破滅の悪魔竜ディア地獄になります。このカードは攻撃時に相手クリーチャー1体を指定し、そのクリーチャーのパワーを自分の墓地の闇のカードの分だけ、マイナス1000することができます。攻撃時に相手のクリーチャーを退かせるのは確かに優秀なのですが、このカードは基本的に全く誘拐させずに使用するという、ドラグハートの概念が揺らぐようなカードなのです。ことの発端となったのはファイナルユーハグレンモルトの登場。コスト7のドラグナーで、登場時とターン開始時に、マナの文明と同じ文明を持つコスト5以下のドラグハートを装備し、活場を離れるとき代わりに自分のドラグハートを1枚犠牲にすると、離れる代わりに止まることができる能力を持っています。このカード自体が闇文明を持っていることから、このクリーチャーが出るときには大体ディアボロスも出せて、墓地のクリーチャーを1体回収しながら除去耐性も得られる。このカードは単体で見るとそこまでの性能ですが、最終流派グレンモルトと噛み合わせることで、器用な立ち回りができる堅実なドラグハートに早変わりします。基本的に闇文明は相手の妨害や墓地回収など、ある程度堅実な動きを行う文明なので、このカードを選考しました。今回は、サムネにもなっているドラグハートをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、
応援よろしくお願いいたします。